AGA フェスティバルにぜひお越しください。新潟で待ってます。薄まりとか下草の寄りとかもちょっとこうポリドラス今回たくさん置いてもらおうかなと思って、なんか視点としては一応アクアリウムなんだけどちょっとテラみたいにテラリウム寄りなこう石垣みたいに山石を使って組んでって、それで化粧砂とソイルの仕掛けをするんでちょっとね当然時間かかるかもしれないです。これ使いやすそうで180ちょうど斜め掛けで収まるので、このままそこに入れたりする。2人で持って入れるとき3人で入れてもらってますよ。で最後ガラスだからゆっくり俺持ってるからもうちょいそしたら1人ちょっと外から後ろ回ってもらって回せます。はい。これ離す。ちょっと前にまた牛肉入れます。はい。重心が勝手に収まる場所があるので、こう多分回転するので、どっかで引っかかる。あ、そうですね。ここすで、この時点でガラスに当たってないので、左右でも今のだけ3分割作ったんですけど、そこが基本エキノドルスが、大きくなる。いや水上用でこう大きくなるじゃん。その大きくなる部分で3山作って水の流れがこう、アーチ状の流木をくぐっていく感じで、ちょっとねまだ構図仮組みそこまで深くまでやってないから今見ながら考えてるのもあります。もうちょっと整ってる。で、もう一つのイメージとしては、これでもうちょっとナチュラルなイメージ。後ろで仮結びしておいてもらっていいかな。この角度仮でギュッと。ぐらいの石を並べて日本風の水源があります。割と水源なんて言って実際の水槽を見た時のなんかこう視点の楽しみ方で、睡蓮の水槽が、ウェルカムで出る、あの水槽は5面で見れる、要は前後左右あと上から、睡蓮なんで上から見ても楽しいですよっていう提案をしたんですけど、今回はそれでいうとこう見下げる水槽っていうところが最初の着想です。皆さんお客さんがこう見てた時やっぱこうやって見るんですよ。動線が、ここを通りかせてこう見ながら多分その時の視点ってこうだと思うんですよ。この視点でなんか楽しめる水艇ないかなって思うから着想をちょっと考えてって、じゃあちょっとこうマングローブみたいにしだれ柳みたいにこう落ちる流木の下の流れと、あとは化粧砂を広く取ってなるべく明るく見せるっていうところ
と、お魚にもこう着目できる水槽になればすごく楽しいのかな。なんかこう下を見る水槽。ちょっと入れてもらっていい？はい。おいしいにしちゃっていい？わかりました。確認していいですか？でも、はい。はい、お願いします。多分ね、こっちの方が傾斜をこの辺まで上げることになるので、はい。でっかい軽石でこの辺。はい。ジャカジャカ入れて、とどめを兼ねるからそっち側になるべくこう寄せながら入れていった方がいい。はい、そこに視点を持ってきたい。ちょっと面白いことの時は下見てくれるかな。混ぜてもらった？はい。呼んで、とりあえずいっぱいこの混ぜ。後々ね、レイズグラブルにするかもしれないです。この辺はね、多分ワビクサメインになると思います。今回ね、この手前の化粧砂とこのガレバのラインですね。ここができればなんかちょっと南米産の植物とかを入れたいなと思ってて、そのちょっとこうなんだろう、奥から手前にこうどんどん広がってきてる景観を作れればいいなと思ってます。ピーコックモスです。前から軽く巻きすぎるとふわふわして見えるから、なるべくキュッと巻き数少なめで巻いた方がいい。最後にワビクサ置きながらちょっと盛り土していかっていいですか。
ジュナとジョーヨレットスター。ジョーレットスターって作るんですか？オルステキロロースの中のちょっと赤みを持ってるんですよ。左側に重心があって、真ん中右と、3箇所にこう植物が多く生えてほしい群落を作ってるので、そこにそれぞれこう赤みを持ったアルジュナとジョーレットスターですね。どちらもジャングルプランツでラインナップされている種類。ジョーレットスターがどちらかというとこうシャープで、細葉系で、アルジュナもそこまで大きくはならない。この2種類でちょっと重心のバランスを取っていければなと。構図の、化粧砂のエリアと後ろのソイルのエリアの中間境あたりに植栽しようかな。これだけです。みんなって言ってやっぱりすごいね、唯一無二の形状というか有形層だけど流木とか石にしっかり活着されて、こうなんていうの、線をすごくぼかせる植物だと思うんですよ。初期につけてもちょっと後半戦イメージと変わってくるようになったら間引いてしまうかもしれないです。荒木さん、マディラって使います？どうだろうな。そんなに多分使わないかな。使うでしょ。そんなに使わない。これぐらい。最初。これも駅の仲間ですね。最近 AD とか使われてるマディラさんの手です。竹が長くなるんで、そこはね、こうトリミングをする回数によって高さもうまく調整できます。今植えてるのサジタリアなんですけど、上手なとソイルのちょうど腰掛けの部分に植栽していこうかなと思います。ルドウィジアのブレビペスです。ニードルリーフより太くてちょっと大きくなるようなで、いろんな植物と馴染みがいいですけど、葉っぱがほどほどにシャープなんで、他の植物と近くに植栽してもフォルムを邪魔しないという、こういうところですね。使用頻度高いかもしれないですね、最近。紅葉の水槽でよく言ってますけど。
はい、ではですね、180センチの、私がレイアウトした水槽の今度メンテナンスですねのほどやっていこうと思ってます。で今回ですね、もうかなり生い茂ってるんですけど、制作から約1ヶ月、経過してまして、お魚ももう入りました。でほぼね、今回まだトリミングしてない状態なんですけども、背景層にエキノミックスを植栽してるんですけど、エキノドルスと有形層の成長スピードって玉を置いた段階でエキノのがもちろん大きいんですけど、水中のスピードに関しては有形層が速いんですよね。エキノドルスが水上用として大きくなっていってほしい水槽なので、今現状ですとエキノドルスがかなり有形層に飲まれている状態なんですよね。なのでそこを有形層を狙ってトリミングすることでエキノドルスに光が当たるように管理をしていければなと思ってます。見ていただいたら分かるように、もうかなりボリューミーな感じになってますよね。今回プロシザーズのウェーブ使うんですけど、茂みをかき分けながらエキノを切らないようにね、トリミングをしていきたいんですよね。この縦にハサミを角度を入れた時も有形層のトリミングとかではプラスに使えるので、私はいいと思います。こういう感じですね、角度としては。でハサミをチョキンとする前に必ずこのハサミの刃のところにエキノがないかっていうのを確認してあげる。この辺から出てきましたね。でこういう、かき分けながらエキノドルスの輪郭の部分ですね。1回目のトリミングなので、なるべく低い位置の方がいいです。ソイルのなんていうのかな、ラインに対して有形層のラインも基本的には合わせていきたいので、ちょっとこう描くようなライン今切ろうと思います。で強い植物ほどちょっとボリュームを低めにしといてあげて、今この中にすごいエキノドルスがいたんですけど、この子たちがどんどん上がってくるようにしていきたいです。すくいましょうかね。ワビクサって基本的に水上用のエキノドルスだと思うんですけど、こういうね、もう最初にワビクサとしてついてた葉っぱがやっぱどうしても古葉になりやすくて、真ん中の方から綺麗な新芽がねどんどん出てきてるので、同時に今日もエキノドルスの古葉もなるべく落としてあげる必要があります。あとヌード使います。ちょっと持ち替えたんですけど、ヌードっていう、先ほどのねウェーブと比べると長さが長いタイプです。こういう茂みの中ですね、こういうところを最後狙い撃ちする時とかに私は使います。最後の仕上げで使うっていうイメージですかね。有形層のこういう古葉を今取ったんですけど、こういうものとか、一つの作業に対して一つのツール、一つのハサミっていう感覚じゃなくても全然いいと思います。そっちの方が楽しいですしね。いろんなツールをうまく使い分けながら適材適所で作業していくと水槽も美しくなってきますし、でトリミングしたら必ずね最後に水替え換水してあげるっていうのは大切になってくると思います。でなるべく早く換水してあげた最後にグリーンゲインですね、そういうストレスのケアをしてあげることで次の新芽の展開がすごく早くなります。あとはですね、イロモスも同じように今かなり繁茂してきてるんですけど、今すごくいい状態なんですけども、巻いてからですね1ヶ月ぐらいで1回トリミングをしといてあげることで、その後長期維持する時にすごくプラスに働いてきます。これ放置していくとですね、その巻きつけた一番下の部分が光が当たらなくなって徐々に弱っていってしまうんですよね。なのでこの段階ぐらいで一度3ミリから5ミリぐらいトリミングしてあげることで、より締まったようなモスの展開が望めます。今回私がつけたモスの場所はかなりね切りやすい場所なんですよね。広い面にツールを大きく使えるショートカーブですね。
でハサミをなるべくこう面で当てて全体をこう均一に切っていったりですね。切りすぎちゃうと剥がれちゃうんで、なるべくそこが注意ポイントですかね。であとはですね、ピンナティフィダもかなり今ランナーを伸ばしてすごくすくすく順調育ってるんですけど、摘み取りカットしてあげることでさらにこう今の勢いが増してくると思います。ピンナティフィダの古刃除去に使用するツールがスプリングのカーブですね。細かい作業をするときによく使うんですけど、先ほどのヌードみたいな長いものと違ってこう手のひらの中でほぼこう収まるぐらいのサイズなんですよ。ピンナティフィダは今これだけすごく刃数が増えて古刃もだいぶ出てきてるんですけど、そこをこう一枚一枚こう飛ばしていく、こういう感じですね。このサイズ感がちょっと小ぶりっていうところの良さもあるんですけど、名前の通りねこう板バネ状になってるんですよね。なので握るだけです、指の動きとしては。離すともう勝手に広がってくれるんで。古刃の判別の仕方です。新芽黄緑状で茎の中心から上に伸びてるものですよね。古刃っていうものがちょっとこう穴が開いて色がちょっとくすみ始めてるようなもの、これが古刃ですね。なるべくこう深くカットしてあげないと、そこが切り残した部分がまた古刃になってしまうので。